皆さん、想像してください。炊飯器がない世界を。朝も夜も火を見張り続ける毎日。失敗すれば硬い、あるいはべちゃべちゃ、時には真っ黒な焦げ。しかし、ある発明が全てを変えました。主婦を救った一つの箱。それがまさに炊飯器です。そしてこれが炊飯器の物語です。一見ただの家電ですが、今では私たちの日常に欠かせない存在となりました。ぜひ最後までご覧いただき、その裏に隠された感動のストーリーを確かめてください。1945年、戦争が終わった日本。街は焼け、物資は足りない。家ではかまどと七輪で米を炊く。台所は煙と汗の場所でした。でも1950年代、ある二人が動きます。一人は東芝の山田昌磨、もう一人は南義忠。二人は奇跡を起こします。1951年頃、山田昌吾は営業マンだった。全国を回り、主婦の声を聞いた。一番つらい家事は？米炊きだったわ。1日3回。火の番。失敗の連続。ならば、電気で解決できるはずだ。社内で自動炊飯器を提案した。しかし、笑われた。そんなの無理だ。山田は諦めず、協力者を探した。出会ったのが南義忠だった。東京大田区の町工場の社長。戦後の受注が減り、倒産寸前。ある日、仕事を失いかけた南は、山田の会社を訪ねた。何か仕事をいただけませんか？山田は微笑み、穏やかに答えた。顔を上げてください。真剣に話をしましょう。会議室で山田は言った。革命的な商品の開発をしてみませんか？家に帰ると妻に言った。どうせ仕事がないなら、一か八か自動電気釜の開発をやってみる。家族全員にも家族総出で電気釜を作ろうと言った。それで南の家族全員の戦いが始まった。妻の風美子、子供たちと実験。材料、温度、時間を毎日記録。家中が焦げの匂いになった。沸騰後20分が決め手であることが分かった。ただ、どうすれば20分後に自動電気を止められるか。実験には大量の米が必要で、お米がなくなり、問題が起きた。お米は配給制の時代だったが、南は知人に1トン分の米を農家からかき集めるとお願いした。1トン分の米を調達してくれ。それで闇米を勝木屋から買わなければならなかった。実験は科学的に進み、温度も時間も正確に記録されました。また山田の知人のおかげでバイメタル式スイッチを採用。バイメタルのおかげで100度超でパチンと切れる。やっと失敗しない炊飯が可能に。続きが気になる方はここでぜひいいねとチャンネル登録を。そして成功の喜びもつかの間。次に訪れたのは意外な試練だった。
さて、それは一体何が？南は大喜びだが、山田は言った。暑い九州でも北海道でも炊けなければならない。反省先か倒産先か、プレッシャーと感じながら再テスト。毎日実施し、風美子が倒れた。子供6人も手伝わせてほしいと。会議室で深刻な話が行われていた。どうやっても電気釜の熱が逃げる。工場も家もそろそろ取られる。山田はしばらく黙り込んでいて、そう言った。昔、冬の北海道で釜を覆って炊いているのを見た。参考にはならないか。家に戻った南は考えた。釜を丸ごと覆い、三重構造にすれば熱を逃がさずに済むのではないか。そう思いながらも、この挑戦に後がないことを悟っていた。1週間の不眠不休を経て、南はついに最後の支度機を作り上げた。もし失敗すれば工場も家も失う。まさに背水の陣だった。翌日、南と山田は最後の試作機のテストに挑んだ。氷点下10度の氷倉庫を借りた。ここで炊ければ日本中どこでも炊ける。2人は息を潜めた。スイッチを入れた。30分後、緊張しながら中を見た。ふっくらと炊き上がったご飯は一粒一粒が立っていた。これこそ世界初の自動電気釜の完成を告げる瞬間だった。その夜、南は完成した炊飯器を家に持ち帰り、おいしいご飯を炊いて一人一人に分け与えた。南は叫ぶように、お前たちみんな作り上げた電気釜だと言った。1955年12月、ER4 発売。発売直後から大ヒット。日本の半分の台所に広がった。月産15万台を超えた時期も大人気商品だった。世界へ500億台も広がった。日本の革命は世界の常識に。初期機は保温が弱点だった。それでも家庭の時間は大きく変わった。睡眠時間が1時間延びた。私はベトナム出身。家にも炊飯器があった。ただその裏に物語があったと知らなかった。
毎日のご飯が特別になった。焦げた匂いから始まった小さな発明が世界中の食卓を変えたのです。こうして炊飯器誕生の歴史を振り返りました。あなたの家では1日に何回炊飯器を使っていますか？ぜひコメントで教えてください。この物語が面白いと思ったら、ぜひ動画にいいねを押して、チャンネル登録と通知ベルもお忘れなく。次回もお楽しみに。